よし、今回はただの変態ベースを作ってみようかなと思ってます。このようにめったにない10弦ベース、そして今回はベースキットじゃなくてボディとかネック製作として有名なアメリカのワーモス製のボディとネックを使って作ってみようかなと思ってます。かなり高いものができそうです。じゃあとりあえず見ていただきましょう。まずはボディチェックをします。木目が綺麗なスワンパッシュです。後ろにもいろんなパーツの取り付けのためのキャビティができてます。でもただではありません。バッテリーボックスとコントロールキャビティを、掘ってもらうためにはお金がかかりますよ。その代わりにコントロールキャビティのカバーとネジがついてます。これはパドルタイプのネックです。そして指板は私の大好きなエボニーです。フレットはステンレスでクールなサウンドができます。そしてこの24フレットはオプションです。このオプションをつけるにはやっぱりお金がかかるんですよ。さらにこのティルトバックオプションのネックにもお金がかかります。トラスロットはこのヘッド側で調整する仕様になってます。ボディの重さはなかなか軽い方なんですけど、パーツを全部取り付けるとどうなるかわからないです。これからはヘッドの形を決める作業をやっていきたいと思います。これは前回作ったサバ君の8弦ベースの形です。そしてこれは最初に作ったハジャちゃんの5弦ベースの形です。私はこのハジャちゃんのヘッドのシェイプで10弦ベース仕様のペグの取り付けがなんとかできると思いました。というわけでペグをいちいち乗せてみて、これならいけるぜと思ったんだけどダメでした。というわけですごく大きなテンプレートを作ることになりました。めったに見ることができないビッグサイズになりました。ほら、8弦ベースと比べるとすごいことになってますね。ヘッドの重さとペグの数も多いんでネックダイブは確定なんですけど、とにかく行きます。このプロジェクトは失敗の可能性も高いです。とりあえず作っていきましょう。まずはノコギリを使って剣さばきを行います。今使っている技物はメイディンコリアの日本刀なのでよく効きますね。やっぱりすごいな。そして適当に形を整えていきます。仕上げは後にして、今は適当に形だけを作ることで大丈夫だと思います。ヘッドの形を作ることを見せるのは今回が初めてだと思いますね。今やっているのは面取り作業で、ヘッドの後ろの方だけやっておけば十分です。表の方は面取り作業をやらないでください。理由は後でわかります。これからは一番肝心な24フレットの方の補強をやっていきたいと思います。その理由はスラップの時、この24フレットの方を叩くことになりますけど、このままでは指板だけを叩くことになるので、結局音がおかしくなります。それは私が経験したこともありますよ。というわけでさっき着ていた余りのネク材を使って24フレット目を補強してくれる必要があります。ワーモスさんのテラックス5ストリングズネックの元々の仕様は22フレットです。というわけでちゃんとした24フレットのベースを作るためにはこういう作業が必要だと思います。今やっている作業はネックジョイントの方の高さを合わせるために3ミリぐらいのワールナットの板を貼り付ける作業です。果たしてこんな感じの補強をして10弦もあるストリングズのテンションに耐えられるか。大丈夫だ、問題ない。これからやっている作業は別に説明はいらないと思います。だとしてもこの作業をやっている様子を動画から覗くと皆さん困るでしょ。私は2001年からワーモスさんの顧客でした。多分10本ぐらいのベースを注文していたと思います。私のいろんな演奏してみた動画にもワーモスさんのパーツを使って作っていたベースが何回も出演していました。例えばこの動画とかこの動画とかこの動画であります。そして8弦ベースの制作もサバ君が実は3回目でした。だからいわゆる復元ベース、ダブルコースストリングズベースの制作にはなかなか自信があります。でも今回の10弦ベースに関してはあんまり自信がないですよ。失敗する可能性も結構高いし、成功したとしても人間が弾けるか、そして HJ の指が耐えられるか。だから今でも10弦じゃなく普通の5弦ベースに仕上げすれば OK ということですけど、そうすればみんなかかりするんでしょ。そして私にも冒険の楽しさがなくなるので、このままやっていきたいと思います。じゃあ補強準備完了です。新しく作られた補強材をこんな感じで貼れば OK です。クランプさんでしっかり固定しておきましょう。余った部分はご覧の通り日本刀でちゃんと切り取りましょう。切り取りが終わったらサンディングをして剣さばきをして整えておきましょう。後でネックポケットの作業もやるので、ここで無駄に精密にする必要はありません。じゃあ一旦補強完了しました。ワーモスさんには喜ばれない作業だと思います。
次はネックポケットの再加工です。前に紹介していたバッテリーボックスキャビティの掘る作業とかコントロールキャビティの掘る作業とはあんまり変わらないんですけど、ここで一番注意しなくてはいけないところがあります。それはかけらの処理です。木のかけらを必ず処分しながらやらないと大切なボディに傷がつけられることになります。これは前回の動画にはあんまり詳しく説明しなかったところなんですけど、今更ながらちゃんと説明しておきたいと思います。この作業だけが成功すれば、このプロジェクトの半分以上が成功ということになるので、気をつけてゆっくりゆっくりと剣さばきをしていきましょう。これもワモスさんにはあんまり喜ばれない作業だと思います。というか、設計が確実になってるこのワモスさんのパーツに魔の手、つまり魔改造を加えるなんてとっても許されない行動だと思いますでもそれは HJ の世界にはよくあることなので、非常識が常識という HJ スタンダードにはふさわしいことだと思います。今まで HJ がマニュアルの通りにペースを作ったことが一回もありません。普通の作ってみたの動画で再生数が伸びるとは思わないです。さっきは自信がないと弱音を吐きましたが、今は勇気がバンバン湧いてきて失敗する気が全くありません。よく見てるお前ら。ネックとボディがちゃんと合うことによってこのプロジェクトは成功なんだよ。はい、成功しました。ぴったり当てます。次はこのアクセスの方があんまりかっこよくないんで再加工していきたいと思います。またこのメイディンコリアの日本刀で手伝ってもらいましょう。次は適当にサンディングをしてノコギリの跡を消していきましょう。後ろ姿もかっこよくサンディングで整えていきましょう。じゃあこれで一旦完成だと見えましたが、やっぱりこのアクセスがなんか足りないというわけでもっと切り取る必要がありますね。これでこのボディは返品不可能になりました。このまま作っていくことしかできません。やっぱりここら辺を整えるにはこれが必要です。おペペさん、とにかく根性で整えていきましょう。多分時間がめっちゃかかる作業だと思います。そしてこれで作業が全部終わるわけでもありません。でも後で直せる。じゃあ一旦完了です。そして一番危険なところを作業していきたいと思います。この作業は慎重にやらないとダメです。ネックジョイントのところの形を修正していく作業であります。自信がなかったらこの作業はやらなくてもいいと思いますが、タイサービスとしてお前らにはちゃんと見せてある。この作業も一気で全部終えることじゃなく、どんどんゆっくりゆっくりと後で修正すれば OK という感じでやっていきましょう。じゃあこれでネックとボディの作業は大体完了しました。最後に紹介するのはネックとボディの組み立てのための個別ブッシング作業です。わざわざワーモスさんにネックスクリューホールのない仕様で注文したわけがこれですよ。そしてワーモスさんにはこの個別ブッシングタイプには対応しておりません。だから自分が個別ブッシングタイプに魔改造するしかないです。この作業も多分皆さんには初めて紹介することになっております。今回はネジを4つじゃなくて5つ使うことにしましょう。こうすることによって多分ネックとボディがしっかり固定されることになるかなと思ってます。ネジを1つ増やすことによって関係があるかどうかわからないけど、とにかくかっこいいから大丈夫です。そしてネジ穴のところをネックに決めるにはこんな感じでドライバーでインデックスをつけると OK です。このネックスクリューホールを掘るにはやっぱり慎重にやらないと垂直に取り付けることができなくなるので、じゃあそしてこのネジを見てください。ネジの先端が切られてますね。ネジの長さがあんまり長いとネジが芝まで当たることになるので、それを防ぐためでした。はい、完成しました。これが中弦ベースに必要なブリッジです。バットアス5弦仕様と同じオメガ3の5弦ブリッジです。このブリッジもストリングする仕様ができます。前回作った8弦ベースと同じくオクターブの弦をこのストリングスルーでつなげればいけると思います。じゃあこれはストリングブッシュです。仮組み立てのために早速取り付けていきたいと思います。ワーモスさんのボディオプションにこのストリングブッシュはタダでもらえます。バッタースの5弦ブリッジをオプションとしてこのストリングブッシュのオプションをつければ OK です。これからは本格的に中弦ベースの製作に突入します。テンプレートを使ってチューナーホールの位置を決めます。これはいつものことなんですけど、私はここで HJ 自ら開発したすごく環境に優しい掘り方を紹介したいと思います。掘るとき発生するホコリを低減するためのやり方とは、サンディングビトを使う前にこんな感じでドリルビトで輪を作ることです。輪を作れば作るほど取れやすくなりますので、ゆっくりゆっくりと掘っていくと結局中が取れることになります。こうすることによって粉塵をほぼ3分の1に減らすことができました。すごくエコっぽいですね。最後にチューナーを取り付ける作業をするとすごいです。これで中弦ベースのネックは完了です。そして仮組み立てをしてみました。
こんな感じでかっこいいでしょう。一目で見るとすごく超的だと思うけど、これ何かが変ですよ。よく見るとロー B のオクターブの弦が指板から漏れてます。これでこのプロジェクトは失敗を意味するのか。いな、大成功なのだ。私が持っているこの余分のバタースのブリッジのサドルを使えば、こういう問題なんか簡単に直すことができます。問題はブリッジのサドルの方向性から始まりました。ロー B の弦と E の弦のサドルを取り出して逆の方向のサドルを取り付ければ、この問題は簡単に解決できます。サドルの方向性を全部一致させれば、このワーモスのテラックス5にぴったり合う弦の幅差が作れます。10弦ベースもいけるのに5弦のベースができないわけがないです。そしてブリッジの細かいところの加工とナットの高さを調整すれば、10弦ベースとして肝心なところは全部完了です。はい、完成しました。ご覧の通り弦の漏れはなくなりました。これは修正した後のブリッジの様子です。比べてみるとこの差がはっきりわかるでしょ。これからはナットの調整です。最初はこのワールナットのかけらをテンプレートとして使おうとしたんですけど、なかなか鳴りが良くて、これを本体のナットとして使うことにしました。というわけで本格的に加工していきたいと思います。木材のナットとは私も1回ぐらいは経験したことがありますけど、あんまり鳴りが良くなかったんですよ。でもこのワールナットはなんと不思議な鳴りがしたんで、これを採用することになりました。じゃあまずはこの瞬間接着剤でこのナットを少しでも強化する作業をしていきたいと思います。いくらぐらい強化ができるのかはわからないけど、でもやらない方よりはマシだと思って一旦塗っていきたいと思います。そして軽くサンディングをしておきます。仕上げとしてアマニ油、リンシードオイルをちょっとだけ塗っておきます。これはあんまり意味がないと思いますけど、一旦塗っておきます。最後に引き心地をテストして1週間熟成します。塗装の前にネックにベニヤ作業をやっていきたいと思います。まずはネックジョイントの方を 1mm ぐらい高めていきたいと思います。たった 1mm の変化で引き心地が完全に変わることは前回にも説明しました。今貼っているベニヤはメープル材です。最後に整えていきましょう。これでなかなか違和感がない結果が出ました。次はヘッドの方のベニヤ作業です。ボディと同じくアッシュをベニヤ材として使用します。このベニヤ作業をする理由は、アッシュの方がメープルの方よりもステインの作業がやりやすくなるからです。こんなにベニヤを貼るから前面には面取り作業をしなかったわけです。これから本格的に塗装に入ります。まずはサンディングスポンジで磨きます。これはワットコ産のタングオイルです。これは 100% ピュアじゃなくてポリマライズタングオイルということで乾燥がめっちゃ早いです。完全に乾燥するまでほぼ2日で終わりです。私はこのタングオイルをほぼ15年前に買ったんですけど、今半分も使ってない。多分ペース100本ぐらい作ったら使い切りになるんじゃないかなと思ってます。タングオイルとアマニ油の差は、タングオイルの乾燥時間がもっとかかるって感じなんですけど、アマニ油の塗膜よりはタングオイルの方が強いです。そして塗ってから1年ぐらい経つと、このタングオイルもすごいいい感じのヴィンテージイエローになります。乾燥したらこのワックス作業をやっていきたいと思います。このワックスがあとどうなるかわからないけど、一旦塗っておきましょう。今はまんべんなく塗ることで集中しましょう。塗り終わったら2時間ぐらい放置プレイをしましょう。そして布で一生懸命に研磨をすればツヤ出しができると思います。でも一番いいツヤ出しは自分の手で一生懸命に演奏しながらその力でツヤを足すことですよ。頑張って練習していきましょう。そしてここにはワックスをわざと塗らなかったんですよ。後でステインを塗るから。これからはボディの下塗りです。まずはサンディングスポンジを使って汚れを取りましょう。3M のスーパーファインで十分だと思います。まんべんなくゆっくりゆっくりと汚れを取りましょう。そして適当に拭き取ります。これから本格的にタングオイルを使って下塗りをしていきます。この下塗りをすることによって目に見えなかった傷がどんどん見えることになります。見えてきた傷はこんな感じでサンディングスポンジを使って整えていきましょう。塗り終わったらキッチンタオルで拭き取れば OK です。この作業をもう1回やって2日間放置します。ピックアップは EMG の J5 セットです。やっぱり EMG はいいですね。こだわりがあんまりない音がやっぱり EMG さんの特徴だと思います。ピックアップのサイズもぴったり合ってます。これはプリアンプです。EMG さんの P30。これは初めて使うことになります。こっちはボリュームで、こっちがブレンドです。ピックアップの音のバランスを調整するやつです。私はご覧の通り取り付けていこうかなと思ってます。これはバッテリーボックスです。なぜかこれが家にありましたね。
こんな感じで取り付けることになってます。でも EMG は 18V まではいらないです。でもしょうがない。とりあえずこれからはコントロールの取り付けのための作業をやっていきたいと思います。どんなレイアウトがかっこいいのか、それはやってみないとわからないんですけど、大体 HJ の頭の中には見当がついてますので、私がやってるのをちゃんと見て真似をしてみれば、初心者のお前らにもちゃんとできるかなと思って。無理か、ごめん。ではとにかく見ていただきましょう。レイアウトを作るというのはこういうことだ。実はこれは芸術家の領域なんだよ。勉強したければスーパーチャットを投げろ。じゃじゃーん。じゃあこんな感じですごく綺麗に取り付けることができました。よかったね。これからは色の話です。私個人的にはこのナチュラルの方がすごくいい感じだと思います。なので聞いてみたら、おい何を考えてるのかお前ら。まさか生姜の話ではないでしょ。結局色を作ることまで行きました。今作ってるのは食べ物じゃない。これはヨーグルトでもない。これは木に塗るものなんだ。これをヨーグルトに間違えて食べてはいけません。今でも戻ることはできます。諦めることもできます。じゃあどうしよう。これでもう終わりだ。私の人生ピンクになってしまった。これが全部お前らのためだよ。このステインはブラシで塗るやつです。もう塗っちゃってるんでまんべんなく塗っていきましょう。このステインはハジャちゃんを塗るとき使っていたブランドと同じブランドのやつです。乾燥が早いし取り扱いもなかなか楽なやつです。朝食をして塗るときはステインの量をなかなか余裕を持って用意した方がいいです。じゃあこれで2度塗りは終わりました。こんばんワニス。最後の上塗りはやっぱりワニスです。こいつは透明なやつなので塗るとき気をつける必要があります。今回やりたいと思うのはシースルーフィニッシュなんで、木目をワニスで埋めずにありのまま塗ることにします。こうすることによって木目がもっと目立ちます。乾燥する間にやることは全部やっておきましょう。ボディの乾燥済みを待ちながらヘッドの方にもワニスを塗ります。乾燥したらスーパーファインのサンディングスポンジで軽く磨きます。力を入れて磨かないでください。ピンクが取れないようにしましょう。そして2度塗りをして放置しましょう。これからはボディを磨きます。軽くブラシの跡だけを消していく感じで十分です。まんべんなく磨いて、後でウェットティッシュで拭き取りましょう。そして1時間放置します。ワニスの2度塗りをしましょう。乾燥する間にヘッドストックの方も磨いていきます。ウェットティッシュで拭き取ればネックは終わりです。そしてもう一回磨きましょう。今回はちょっと丁寧に磨いて3日ぐらい養生しときましょう。最後にワックスを塗ります。このワニスの塗膜の上にワックスを塗るのは意味があります。ツヤを足しながら表面の調子がわかります。なんか磨きが足りなかったところとか、ピンク色が取れてるところとか、そういうところを確認するのがもっと気楽になります。ピンク色が余ってるんで修正できると思います。これからは本格的の組み立てです。ベースの組み立てのやり方は前の動画にもいっぱい説明しておいたんです。特に EMG ピックアップとプリアンプは取り付けがすごく簡単なので別に説明しなくてもはい完成です。次はネックです。やっぱり10弦ベースなのでペグの取り付けが大変だと思う。はい完成です。これは木敷です。ファイナルフュージョンをしていきましょう。いやなんかいい具合にご覧の通り見事に出来上がりました。でも何箇所ぐらい惜しいところがありますね。なかなか重いベースになりました。まあ10弦ベースなんでしょうがないか。そしてネックをよく見ると順序理があります。やっぱり10弦のテンションはすごいなって。しかもトラスロットを限界まで回したんだけど、まあこれですね。でも演奏するにはもう別に問題はありません。ちなみに、使われたゲージ、ベースの弦のゲージはこんな感じです。そしてご覧の通りピックガードも作って、つけてみたんですけど、このピックガードの製作だけはです。どんなお店でも決定的な秘伝を転職者以外の人に簡単に教えたりはしません。とにかくこのベースで、いろんな変態っぷりをやっていきたいと思います。まだ名前は付けられてないんだけど、このコメントとして、
なんかいい名前とかがありましたら教えてください。一番いいねが多い方がこいつの名前になります。じゃあまた後でね。